これは、本当に、このチャンネルにも出たことがある野々原さやねさん。クレヨンしんちゃんのね。そうです、そうです。大好きだというね、タレントさんですけども。さやねさんとか、ペッパーボーイズっていう、ちょっと解散しちゃった芸人さんだったりとか、浅井企画の芸人と、僕とかで、日本で2番目に自殺の多い踏切がありまして、そこにロケに行こうってなった時の話なんですけど、車でみんなで、乗りながら行って現地に着きまして、でやっぱさっきも僕話したんですけど、明らかに空気が重いなっていうのをそこで感じたんですよね。絶対ここ長居しちゃダメだというか、なんかポップな例というよりもちょっと怨念を感じるようなぐっと重い感じがして、すごいえずいたんですね、そこで。ちょっとやめといた方がいいんじゃないかなと思って。で霊媒師の先生もちょっと霊が起こってるからあんまりふざけない方がいいみたいな感じだったんですけど、やっぱ芸人なんで、みんなちょっとボケたりとかしつつやってたんですね。で、その中の一人森清樹が芸人さんなんですけど、森清樹が、配信ツイキャスかなんか配信を始めたんですよ。で配信始めてたら急にバッと落ちて、で落ちて電源も落ちちゃったんですね。なんかよくあるじゃないですか、その電気のトラブルというか霊現象で、なんか嫌な感じだなって言って、で立ち上げたら急にカメラモードになって、ババ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 って200枚ぐらい写真撮れて、止まんなくなっちゃったんですよ、それが。で何ってちょっとパニックになって、なりますよね。で行ったのがもう牛水時で2時とか3時なんですよ。思いっきり学校のチャイム鳴って、キンコンカンコーンってなって、ってなったんですよ、みんなで。この時間にこんなの鳴ってたらまず苦情入るし、毎日こんな時間にこんなの鳴らすはずないし、何これってなって、でさすがにその霊媒師の先生も、いやもう帰った方がいいってなったんです。っていうのが霊媒師の先生のこの辺で男の人が帰れ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 ずっと言ってるっていうから、もう帰ろうかっていうノリになった時に、僕一応撮ってみようかなと思って、それまで写真とか撮ってなかったんですけど1枚だけパッて撮ってみたんですよ。それがちょっと思いっきり写ってました。その写真今日あるんですか？あるんです、これが。ちょっと分かりにくいところもあるんですけど、一箇所だけ明らかに写っちゃってるんですね。いいですか？いいですか？ちょっとじゃあまず普通に何も聞かずに見てみます。なんかこうぼやーっとね、ちょっとした写真ですけど、そこの真ん中にこのなんていうかキャスパーみたいな、なんかこう人玉じゃないけど、何かこう光がうーっとこううねって移動してるような。そうですね、オーブンにしては動いてるというか、が撮れたなーって、何これ何これってなったんですね、この時に。で後々気づいたんですけど、先生なんか後ろでずっと言われてるなと思って。先生ってどなたですか？が一番右の髪の長い先生なんですけど、女性の方。霊媒師の方なんですけど、その髪のこの艶というかに思いっきり男の人があーって口開けてるのが、確かになんかこう顔のようにわーって口開けてるように見えますね。なんか逆側を向いてますよね。そうですね。それが帰れ帰れ帰れって言ってたのかなっていう一枚のお話ですね。なんかごめんなさいね、この写真、この明るさでこうなっちゃうだけか分かりません、詳しくないと分かりませんけど、先生の手もちょっと気持ち悪いですよね。本当ですか？こうなっちゃうもんなんですか、手って。このいうふうに取ると爪みたいな、なんかなんでしょうね。確かに明るさの加減でこうなっちゃうのかな。で他はそんなブレてはないので、やっぱ先生にちょっと取り付いてる感じがありますね。
そんなたくさんのね、はい事故があったという踏切なわけじゃないですか。はいで帰れ帰れって言われながらもそこに行ったわけじゃないですか。はい。大丈夫だったんですか？これね、大丈夫だったんですよ。ああ、よかったですね。ね、一応その先生の言う通りになんか塩まいたりとか、自分なりの除霊というか、なんかこう気がいいっていうじゃないですか、こう弾くというか、まあ意識しながらみんなしたんで大丈夫だったのかな。強い気持ち持って。強い気持ち持って。でもこのブーってこの光のね、はい。これ何なんでしょうね。何なんですかね。うん、で写真の話でもう一個あるんですけど。終わりじゃないんですね。続けていいですか。はい、これとまた別のお話なんですけど、はい、僕怪談トークライブっていうのを2、3年前、もっと前かな、もうこのコロナ禍とかよりもずっと前なんですけどやってまして、でまあ半年に1回とかで、怪談トークライブやってて、である日オールナイトでやってみないかって、そっちの方が盛り上がらないかってなったんですね。でオールナイトでやるにあたってやっぱ何にもないのはつまんないかなってなったんで、映像、ロケ行ったものの映像だったりとか写真を上げたら結構盛り上がるんじゃないかっていうことで、東京都のとある公園、心霊スポットの公園に行ってきたんですよ。で僕と今もうちょっと芸人辞めちゃったんですけど、元真夜中クラシックの高橋君と、はい、オトンドゥっていうコンビの福田ってやつ、なんか、怪談ライブで優勝したりとかしてる。でその3人で行ってきたんですね。でまあそれもまあ夜中1時とか2時とか牛水時に行きまして、で着いたらやっぱ僕そこでもちょっと気持ち悪くなったんですけど、まあそんなに重くはないけど、なんかあんまりいい気分じゃないなっていう感じでちょっとえずきながらぐるぐる公園の中をこう探索をしてたんですね。はい、でまあ噂では人骨が100体昔見つかったことがあるみたいなのがあって、じゃあその辺行ってみようかってその施設みたいなのがあるんですけど、そこに向かっていく途中に僕ざわってしたんですよ。なんか、あ、ここちょっとやばいんじゃないって思って、ちょっと2人立ってっていう話して写真撮らせて一旦で撮って、でまあいろいろ動画とか写真とかいろいろ撮りながら終わって家帰ったんですね。で結局それも何もなかったなって思って、何も撮れ高なかったわって言いながら、そのみんなのグループ LINE、怪談トークライブのグループ LINE にバーって写真を貼り付けたら、一人の芸人が「あれちょっとこれおかしくないですか?」って言ったんですね。それが僕が撮った時のその2人の写真なんですけど、それもちょっと見てほしくて。普通にそこに行ったお仲間、お二人が撮った写真ですね。そうですね。これがねちょっと気持ち悪い感じになってまして、2人で写ってるんですけど、こっち高橋くんですね。でこっちどっちが？左側が高橋くん。はい。で右側が福田なんですけど、こう見比べてみると高橋くんの手ちょっとおかしくないかってなったんです。でちょっと見てくださいこれ。2枚右にスクロールしたら見れますんで。この高橋さんがこう右手をファーンとこう手のひらをね、こちらに見せるようにして写真撮ってますけども、これが、次の写真になると、ちょっと待ってくださいね。これちょっと鑑定してほしいぐらいなんですよね。僕からすると手相ついつい見たくなっちゃうんですけど手相の話はしてないんです。手相の鑑定じゃなくて手伸びてるなって手の指が思ったんですね。確かに手大きく。そうなんです。で本当だ。手大きくなってる2枚目とか思ってたんですけど、そうじゃなくて、こっからこの第一関節というかこの始まりですよ。手の指の始まりから手の甲になってるんですよね。手のひらなはずなのに指の上は手の甲なんです。爪が見えるんですよね。本当だ。
本当だ。それがすごい気持ち悪くて、別の人の手が映っちゃってるというか。でそれすごい気持ち悪いななんて言ってたら、はい。またそれも別の芸人が「え福田さんもおかしくないですか?」って言う。右側の腕をこう前で組んでる方ですよね。腕組んでる指見てください。1枚目と2枚目どっちですか？どっちも1枚目が多分おかしいかな。うわー、あ、こっちは明らかに増えてるんですよね。なんかこう腕を組んでるこの右手と左手の間にもう一本腕が、そうなんです。指がこう入ってるように見えますね。なんか指がぐちゃぐちゃっとなってる感じがで確かに不思議。何にもその解決はしてないんですけど、それがどうだったとか。でもやっぱそこだけこう空気が重く感じたので、ただのこの照明のミスとかじゃないんだろうなっていうのは思いましたね。いやなんかねどちらもね不思議なはい。写真ですけど、はい、ただねあちらさんってちょっとこう感じる力が強いのかどちらもちょっとって気持ち悪くなったわけですよね。そうですね。踏切の方がより強かったのは覚えてますけど、でうわって思ってカシャって撮ったら、はい、どちらも犯したものが映るっていう。特技とかがなんかよくわかんないですけど、なんかそのね証明できないもんなんで、僕が行くロケ先では確実に何か撮れるという撮れ高があるんですよね。まあでもねその分危険な目にもあってしまうわけですからね。そうですね。気をつけていただいて。はい。いやーすごいですね。